ロボットにツールを脱着する方法について説明します。3D ワールドにレイアウトを構築します。ツールを取り付ける方法の一つとして PNP を使用し、コンポーネントを物理的に接続する方法を説明します。ツールのコンポーネントを 3D ワールドで選択します。PNP を選択し、ツールをロボットの先端にドラッグすることで接続できます。PNP を使用し、ツールを取り付ける方法についての説明は以上となります。シミュレーション再生中、ロボットにツールを脱着する方法について説明します。現状、ロボットに接続されているツールを取り外し、テーブルに配置します。プログラムタブのジョグを使用し、3D ワールドでロボットを選択します。ロボットプログラムにツールを脱着するためにサブルーチンを追加します。プログラムエディターでシーケンスを追加をクリックし、名前をディスマウントツール1に変更します。再度、シーケンスを追加をクリックし、名前をマウントツール1に変更します。ツールはすでにロボットに取り付けられているため、最初にツールを取り外すディスマウントツール1を設定します。ディスマウントツール1を選択し、ツールをテーブル上に移動させるため、ロボットとツールの向きを変更します。ジョグを使用し、ロボットを Y 軸中心に回転させ、値を0度にします。整列ツールのショートカットを使用し、ツールをテーブル上に移動します。シフトキーを押しながら、ツールの角をクリックします。テーブル上までドラッグし、シフトキーとマウスボタンを離します。エスケープキーを押すことで、整列を終了し、終了したことが出力ウィンドウに表示されます。移動場所をロボットプログラムに保存します。ディスマウントツール1を選択し、直線保管ステートメントを追加します。シミュレーション再生中にツールを脱着する場合のシグナルでロボットにアクションさせるために、セットバイナリ出力ステートメントを追加します。ロボットを選択し、コンポーネントプロパティからアクション設定を展開します。ロボットシグナル33から48の16個のツールフレームでは、ツールの脱着のアクションが事前定義されています。出力の33を選択します。値が True の場合、ツールを取り付け、False の場合、ツールを取り外します。ボリュームサイズを検出を設定することで、ロボットのインターフェース周辺のツールコンポーネントを検出することができます。現状使用しているロボットのインターフェースはツールです。インターフェースはツールと接続する位置です。ツールを取り付ける場合、検出範囲の中心位置にツール位置が設定されています。ツールをロボットから取り外す場合、重力の方向に距離を設定し、コンポーネントを検出します。インターフェースはロボットの先端に設定されています。機能を確認するため、プログラムエディターに戻り、セットバイナリ出力ステートメントを選択します。ステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントに33を設定し、ツールを取り外すためフォルスの値を出力します。ロボットを移動し、直線保管ステートメントと角軸保管ステートメントを追加します。角軸保管ステートメントは接近する位置のため、ディスマウントツール1の一番上にドラッグで移動します。ロボットはテーブルに接近し、ツールを取り外すため下降します。ツールを取り外し、元の位置に戻ります。シミュレーションをリセットし、ロボットを初期位置に戻します。シミュレーションを再生します。メインルーチンにサブルーチンを呼び出すステートメントを追加しなければ、ディスマウントツール1を実行することができません。メインルーチンを選択します。コールシーケンスステートメントを追加し、ディスマウントツール1を呼び出します。シミュレーションを再生します。ロボットが移動し、ツールを取り外しました。ロボットに同じツールを取り付ける指示を出すため、シミュレーションをリセットし、プログラムエディターのマウントツール1に移動します。マウントツール1に移動し、
各軸保管ステートメントを追加します。ディスマウントツール位置に戻り、ツールを取り外す位置を選択します。マウントツール位置に移動し、直線保管ステートメントを追加し、追加された P5 のポイントを P4 のポイントの下にドラッグします。ツールを取り付けるため、セットバイナリ出力ステートメントを追加します。バイナリ出力ステートメントに33と入力します。ツールを取り付けるため、出力値にチェックを入れ、true の値を出力します。P4 のポイントを選択し、直線保管ステートメントを追加します。追加された P6 のポイントをセットバイナリ出力ステートメントの下にドラッグします。ロボットはテーブルに接近し、ツールを取り付けるため加工します。ツールを取り付け、元の位置に戻ります。シミュレーションをリセットし、ロボットを初期位置に戻します。メインルーチンを選択します。ディスマウントツール1の下にコールシーケンスステートメントを追加し、マウントツール1を呼び出します。シミュレーションを再生し、動作を確認します。ロボットが加工し、ツールを取り外します。再度、ロボットが加工し、ツールを取り付けます。ツールの脱着後、コンポーネントを破棄するため、ロボットプログラムに新しいサブルーチンを追加します。シミュレーションをリセットします。一部のツールは、ロボットに接続することで、ロボットと一緒に移動します。ツールには、シグナルが設定されており、ロボットのシグナルと自動的に接続することができます。接続グループに移動し、シグナルをクリックするとシグナルエディターが表示されます。ロボットにはシグナル100が設定されており、ツールにはインシグナルとアウトシグナルが設定されています。ロボットとツールのシグナルは接続されているため、ツールのジョイントの破棄、開放動作を制御することができます。接続グループに戻り、シグナルを再度クリックし、解除します。プログラムタブのジョグを選択することで、ツールのジョイントの動作を確認することができます。ツールにカーソルを合わせ、ドラッグします。ツールがリミットを超えて動作をする場合、シミュレーションをリセットし、リミットグループの中にあるリミットで停止にチェックを入れることで、ジョイントに設定されている最小リミットと最大リミットを超えた動作をしません。ツールを再度操作し、リミットを超えないことを確認します。ロボットはツールのジョイントをインポートし、ジョグウィンドウにリスト化されています。ジョイントの最小値が0、最大値が20となっており、ジョイントを操作することができます。コンポーネントプロパティには、ロボットの6つのジョイント J1 から J6 とツールのジョイントが表示されます。ステートメントには外部のジョイント値も含まれています。ロボットに立方体を持ち上げる指示を出します。接続グループのシグナルをクリックし、シグナルエディターを表示します。プログラムタブに戻り、プログラムエディターに新しいサブルーチンを追加し、名前をピックキューブに変更します。ロボットを立方体の上面に移動します。ジョグウィンドウのベースでベース位置を選択し、ツールでグリッパーツール位置を選択します。ロボットのツールフレームを使用し、コンポーネントを外します。ロボットのツールフレームをグリッパーツール位置と同じ位置に移動します。ツールフレームを表示するため、3D ワールドツールバーにあるフレームタイプをクリックし、ロボットツールにチェックを入れます。3D ワールドでツールフレームが表示されるようになりました。ロボットには設定済みのツールフレームとツールからインポートしたツールフレームがあります。ジョグウィンドウに移動し、ツールでツール位置を選択します。歯車アイコンをクリックし、ツールプロパティでツール位置を編集します。ツール位置をグリッパーツール1の位置に移動するため、ツールグループからスナップを選択します。ツールスナップウィンドウでスナップタイプをフレームに設定することで、3D ワールドのフレームの位置に移動することができます。グリッパーツール位置をクリックし、ツール位置が同じ位置に移動したことを確認します。
ツールを取り外した後も、設定したツールフレームの位置がロボットの基準点として、位置を参照することができます。ロボットに移動する位置を指示します。プログラムエディターでピックキューブを選択し、ジョグウィンドウに戻り、ツールをグリッパーツール位置に変更します。ジョグを使用し、ロボットを選択します。スナップを使用し、立方体の上面に移動します。現状ツールのみ表示されていますが、立方体の上面をクリックすることで、ツールとロボットが移動した状態で表示されます。ツールのジョイント値は最大値です。ツールのジョイント値を変更し、ジョイントの状態を保存する場合、シミュレーションの開始またはシミュレーションの設定をクリックします。状態の保存をクリックすることで、3D ワールドにあるすべてのコンポーネントの状態を保存することができます。ロボットの初期状態を変更するために、シミュレーションをリセットして、ツールのジョイント値を20に変更し、シミュレーションの設定から状態の保存をクリックします。再度、ロボットを立方体の上面に移動するため、ジョグウィンドウでベースとツールを確認します。シミュレーションをリセットすることで、設定もリセットされるため、レース1とグリッパーツール位置を設定します。ツールグループのスナップを使用し、ロボットを立方体の上面に移動します。ツールを閉じる動作を設定します。ピックキューブを選択し、直線保管ステートメントとセットバイナリ出力ステートメントを追加します。ステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントに100と入力します。出力値にチェックを入れ、True に設定し、グリッパーを閉じます。ツールフレーム位置を使用するため、バイナリ出力ステートメントに1と入力します。出力値にチェックを入れ、True に設定し、端アクションを実行します。立方体を持ち上げるため、ロボットを上部に移動します。立方体を持ち上げる位置と立方体に接近する位置として、直線保管ステートメントと角軸保管ステートメントを追加します。角軸保管ステートメントは、プログラムの先頭に移動します。ロボットは P 級のポイントに移動し、立方体を端するため P7 のポイントに移動します。ツールが端動作をするため、開放動作シグナルはフォルス、端動作シグナルは True の値で出力します。立方体を端し、持ち上げます。動作を確認するため、シミュレーションをリセットし、メインルーチンにサブルーチンを呼び出します。メインルーチンを選択し、設定済みのステートメントを削除します。コールシーケンスステートメントを追加し、ピックキューブを選択します。シミュレーションを再生し、動作を確認します。ツールの端動作中にロボットが移動していることが確認できます。端動作のシグナルを出力するステートメントの下に、遅延ステートメントを追加します。ステートメントプロパティで1秒遅延する設定をします。シミュレーションを再生し、動作を確認します。立方体に接近し、端動作をした後、ロボットは元の位置に戻ったことが確認できます。ツールが開いた状態となっています。ロボットが P8 のポイントに移動する際に、ツールが開くため、プログラムエディターで P8 のポイントを確認します。ステートメントプロパティのツールからインポートした外部ジョイントの値が最大値と同じ20に設定されていることが確認できます。ジョグまたはインタラクティブを選択し、ツールのジョイント値を修正します。プログラムエディターからタッチアップをクリックする。またはステートメントプロパティでステートメントを直接編集し、0に設定します。シミュレーションをリセットし、再生します。立方体を端し、持ち上げました。ツールは閉じた状態となっています。ロボットプログラムで全てのサブルーチンを実行する設定をします。シミュレーションをリセットします。プログラムエディターでメインルーチンを選択し、ピックキューブを実行する前にツールを取り外す指示を追加します。コールシーケンスステートメントを追加し、
ステートメントプロパティでディスマウントツール位置を設定します。もう一つのコールシーケンスステートメントを追加し、マウントツール位置を設定します。ツールの取り外し、取り付け、立方体を持ち上げる動作を順に行います。シミュレーションを再生し、動作を確認します。ロボットはツールの脱着を行い、立方体を持ち上げる動作を行いました。ツールを取り付ける際、ツールを開く動作をしていますが、外部ジョイントの特性によるものとなります。シミュレーションをリセットします。ディスマウントツール位置に戻り修正します。P1、P2、P3 のポイントと選択し、ステートメントプロパティで外部ジョイントの値が0であることを確認します。マウントツール位置に移動し、P4、P5、P6 のポイントと選択していき、外部ジョイントの値を確認します。P4、P5、P6 のポイントをすべて選択し、外部ジョイントの値が0に設定されているため、ツールをドラッグし、開いた状態にします。E1 に二重と入力します。ツールをドラッグし、開いた状態にして、タッチアップを使って設定することもできます。ステートメントプロパティを確認すると、外部ジョイントの値は変更できていないため、直接変更します。ディスマウントツール位置に移動し、P3 のポイントを選択します。外部ジョイントを20に変更します。P1 と P2 を選択し、外部ジョイントを20に変更します。動作を確認します。ツールの脱着を行い、立方体を持ち上げる動作を行いました。ツールを取り付ける際、ツールを開く動作をしなくなったことが確認できます。3D ワールドで使用しているようなツールをモデル化する場合、モデリングタブのウィザード機能を使用することでツールのモデリングができます。追加グループのウィザードを展開し、先端をクリックすることでツールに必要な設定が自動で追加されます。シミュレーション中、ロボットに複数のツールを取り付け、取り外しをする方法を説明します。シミュレーションをリセットします。プログラムタブに移動し、別のツールを取り外しをするためのサブルーチンを追加し、名前をディスマウントツール2に変更します。同様にツールを取り付けるためのサブルーチンを追加し、名前をマウントツール2に変更します。2つ目のツールを取り付けるための設定をします。メインルーチンを変更していきます。マウントツール1を呼び出すステートメントを削除し、コールシーケンスステートメントを追加します。ステートメントプロパティでマウントツール2に設定します。マウントツール2にステートメントを追加します。停止ステートメントを追加し、シミュレーションを停止できるようにします。シミュレーションを再生します。ロボットは1つ目のツールを取り外し、シミュレーションは停止します。2つ目のツールを取り付けるために、ロボットの位置を設定します。マウントツール2を選択し、ロボットを移動します。ツールグループのスナップを選択し、2つ目のツールの位置に移動します。2つ目のツールを取り付けるため、ツールフレーム2を使用します。直線保管ステートメントとセットバイナリ出力ステートメントを追加します。ステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントに34と入力し、出力値にチェックを入れます。シグナル34は、トゥルー値を出力することでツールフレーム2を中心とする検出範囲内にあるツールを取り付けます。ロボットを上部に移動し、角軸保管ステートメントと直線保管ステートメントを追加します。
核軸保管ステートメントは接近する位置となるため、マウントツール2の先頭にドラッグします。ロボットはツールを取り付けるため下降し、ツールを取り付け、元の位置に戻ります。停止ステートメントは削除します。シミュレーションをリセットし、再生します。ロボットは1つ目のツールを取り外し、2つ目のツールを取り付けたことが確認できます。2つ目のツールを取り外すため、ディスマウントツール2を設定します。マウントツール2の P12 のポイントを選択し、ディスマウントツール2に移動します。核軸保管ステートメントを追加します。マウントツール2に戻り、P10 のポイントを選択し、ディスマウントツール2に移動します。直線保管ステートメントを追加します。直線保管ステートメントを核軸保管ステートメントの下にドラッグします。セットバイナリ出力ステートメントを追加します。バイナリ出力ステートメントを34に設定し、出力値にチェックを入れないことで、ツールフレーム2に取り付けられたツールを取り外します。P13 のポイントを選択し、直線保管ステートメントを追加します。セットバイナリ出力ステートメントの下にドラッグします。2つ目のツールを取り付けた後、ツールを取り外す動作を行うため、ディスマウントツール2をメインルーチンに呼び出します。コールシーケンスステートメントを追加し、ステートメントプロパティにディスマウントツール2を選択します。シミュレーションをリセットし、再生します。1つ目のツールを取り外し、2つ目のツールを脱着することが確認できます。ロボットにツールを脱着する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。